田村仁さん、当時15歳。爆心地からおよそ 1.5 キロ離れた西天満町の東洋製缶の工場で被爆。学徒動員として働いていた田村さんは被爆の瞬間、大やけどを負い、倒れた工場の下敷きになりました。その後、やけどの治療のため学校は一旦やめざるを得ませんでした。被爆してから今までずっと耳鳴りが続いています。原子爆弾よりも戦争自体が恐ろしいと田村さんは語ります。私らは小学校の6年生から授業がないんですよ。小学校の6年生からもうそこの当時の下の方の稲刈りに行ったり、廿日市小学校ですよ、しよったんですよ。ですから授業との勉強のもう中学校へ行っても何もないんです。山陽です。山陽中学。学徒動員でですね、中学校の2年か3年やったです。当時年は15歳やったんですかね。東洋製缶いうとこへ、そこは学徒動員で兵器の部品を作るに学校全体なしに濃い福島町天満町福島町天満町から西の方、濃いも草津も五日市も廿日市もの門がそこへ行って、東の門は肘山の方のなんか工場にも行きよったんですが、それはまあ知りません、どういう工場かね。そこでたまたま、どういうもんか班長にされましてね、勉強を習わんのに偉いわけなしに、ただみんなに声をかける人間だったからかも分かりませんが、班長にされまして、朝の出欠何名出て何名休みかの各部屋へ行って聞いて、その合計したものをそこの同じ工場内の中に兵隊さんの事務所があるんですよ。そこへ人数、今日は何名出勤で何名休みというのを持っていくために各部屋へ回り寄ったんですが、私が面倒くさいものから外から窓を開けて「今日は何人か何人か」ってこう聞いて歩き寄ったんですよ。もう慣れるとですね、別に班長で仕事が偉いわけじゃなしに、朝出欠をその何人休んだかいうだけ集計して兵隊さんの事務所へ報告するだけで、帰ってきたらみんなと一緒に仕事をしようと。仕事というのは魚雷の部品、方向弾の方じゃなかったか思いますが、わずか部品ですからね。それを部品にできたのを削って映画にしたりしおりましたんですが、ほんでそこには山陽だけじゃなしに女子も山中とか安田とか実践女学校に出たんですかね、そうとこもおったですかね。朝は家は7時に出ました。今の港町の家からですね。で電車の駅から、電車は、当時はもう学徒動員ですから切符も何もいらんのですが、ただこれ車いうバッジをねつけとくんですよ。そしたらそれ見たら車掌さんも運転手さんになります。ただで乗って降りて、で7時半にもう8時から作業ですが、皆その各働くところで
8時になるまで待機して、それを私が出血を取りに回ったんです。出血を取りに行き、最後に済んだ時ぐらいに警報が鳴って、置いてみたら飛行機の音がしよったんですが「原爆だろう、お前それが光って、原爆には皆原爆ドームにあっこ直接落ちた思われるような格好ですが、そうじゃないしに空中で爆発したんですからね。ドガンとかバガンとかそういうじゃないし、ドガンかね、光はものすごかったです。光で皆あれでしたんですから、色がね黄色のか赤い色なんか黄色のああいう色だったですがね、飛ばされてみんなが仕事しよる、待機しとる部屋へ飛ばされて、みんなはその家が燃え出したからみんなそれから出て、私はその家燃えとるとこ飛ばされて外へ出とったんですよ。体は家の中に。ほんでその足をバタバタしとったかどうか知りませんが、それを見てその中へおる人間が中が燃え出したら、中をおる人間はどうもないですからね。どうもないってなんですが、出て表2人ぐらいが足を引っ張って何でもない燃えんとこへ。ほいでその人らも燃え出したから遅いしか皆逃げてしまう。工場が機械の部品作るので油ガソリンで洗い上いろんなものがあって、そこから火が出て工場の中がですね、中の仕事するものがみんな出て、出て建物が燃えますからね。そしたら黒い雨が降って、黒い雨が降っても火事は家の燃えるのはそれぐらいで消えりゃしません。ずっと燃えとった。黒い雨が降って、あれ気持ちいいのって、その時あれあれ思ってこっちはさっき言ったこっち全部で、こっちの目だけでこう見たらようよう側が見えて何もない、こっちは火が燃えよるいうことが分かったです。火が今ここから半分やけどで、ここら辺もなんかここらたくさん傷がだいぶ治ったですけどね。倒れた人おられましたよ。それで元気のいい人は一人もおらん。そう逃げておらんです。そのとこ恐ろしいとこ。いや原爆ドームは私が倒れたとこからああいう場所が見えるんですよ。近くですから。ほいで他のもの中には他の家が潰れて焼けてないんですから見えますよ。いや父親が今の会社の従業員の人を連れて私を探しに来て、場所は勤め先の場所は家のも知っておりますから、天満町の東洋製館へ行きよるいうことは知ってる。そこへ来て、それで顔も何もわからんかった自分が父親が書いた名札を見て、あらこれうちの息子で言うんで、それで恋まで従業員の人に交代で会うてもらって、橋がめげとって電車か汽車じゃない電車のかなんかの枕木の橋があって、その枕木の上を会うた人が歩いて私を追うて恋の駅まで。上天満町の工場から恋の消防車まで追われていった時はもう福島町もどこも焼けて何もなかったです。ただ恋の JR の駅の辺に家があって、恋の電車の駅の方も家が焼けてなくなっとったです。はい。もちろん電車も通りませんよね、その日は。恋から廿日市の消防自動車に乗って帰って、帰りに楽々園で顔へやけどした人がこっち来るんでいうことで
どうでもいいかってまあしょうがない、そういうふうに、決まっとるんならんで消防車が行くんですからどうしようもない。それで行ったら降りたら天ぷら油にどうして分かったって言ったら天ぷらの揚げかすが残ったようなそのハケもそうなんかついとったり、その人また消防車に乗せてもらって家まで連れて帰って。廿日市の病院です。やっぱり油塗る、うがいをする、油塗る、他は何も。1月半ぐらいですかね、リヤカーで連れてってもらって、通院ですよ。入院はそこでもう油ばっかり治しようがない思ったんですよ、私も。お医者もうちじゃ言うて言いますから田辺。それで原爆病院へ入院しました。1年半か2年か1年半、それからずっと。で退院も自分じゃ歩けんですから連れて帰ってもらいましたが。学校は辞めたんですよ。行くことができる家におったんですから、行かなかったんですが家がそこですから学校3、4は辞めてブラブラしよったら初校の先生がまあ昔は今はこう鉄の網で昔は網がなしこう伸びて毎日はこうじっとして行けんですから散歩して歩きよったら「うち来いや」言うて普通科ができてそれでできたから来い言うてですから1年半いかなんだけど1年半ぐらい学年は遅れておりますが初校を出ました。はい。原爆に遭うてからずっと耳鳴りしてます。現在もしてます。ずっとしておりますよ、両方が。5年か10年前は酒飲むとこっからとにかく真っ赤になってすぐ。ほいで苦しいで酒飲むとたくさんじゃないんですよ。まあでも私は仕事が栄でおりましたもんですから中国浄土でね。ほいで走ったりすることができませんよね。さっき言いましたここから半分が走っても歩いても赤うなるんですよ。やけどはやけど傷ついた分は1年ぐらいですかね。ほいでも仕事いうのは私事務系で力仕事じゃないもんですから別に体が偉いとかなんとかまあクーラーの効いたところで仕事夏はするんで冬は暖房効いたところでするんで偉くはなかったんですが家から会社通うのはそういうのがないですからそうかいてここから中国浄土ですから歩いて10分ぐらいで行けるんですよ。その通勤が暑い時寒い時は偉かったぐらいで会社入ってからは冷暖房効いておりますから偉いことはなかったです。はい。私は、原爆に遭うて普通の人よりは体が弱いんですがそれと年齢も86になりましてねそれと一緒であんまりよう動かんのですよ。ただ少しでも長生きをさせてほしい動かんでも欲しい。それで原爆のことを聞かれたら
まあ原稿は私はいりませんのでお話ししますからいつでもどこでもはい。まあ原子爆弾な恐ろしいかまあ戦争が恐ろしいですよ原子爆弾や戦争自身が世の中に戦争なんかあっちゃいけませんよ。平和で皆楽しい戦争でまあ原爆じゃのうても戦争で亡くなった人もたくさんおられるでしょうからねそう思います。どこの国でも戦争がない方がいいですね。